ニューアプリをクリエイトするために、チームのコミュニケーションやシェアリングインフォメーションをエンカレッジします。はい、こんにちは、翔也です。今日も日本語の勉強を頑張りましょう。日本語の勉強をスタートした人は、まずひらがな、カタカナの勉強をすると思います。ひらがなは2週間、1ヶ月ぐらいで覚えたけど、カタカナは読めない。発音が難しい。カタカナをいつ使うかわからないと言っている生徒がたくさんいます。勉強をスタートする。なんで勉強を始めるって言わないか。日本に旅行に行った時、看板に漢字よりもカタカナの方が多かったという声をよく聞きます。今日はカタカナについて説明します。まず外来語。外来語は外国から来た言葉。外来語と外国の場所。外国人の名前はカタカナを使います。例えばコンピューター、レストラン、ピザ、マサチューセッツ。マサチューセッツは日本人の人にとってカタカナでも発音が難しいです。次にオノマトペはカタカナで書きます。ドキドキ、キラキラ、ワクワク。めちゃくちゃ人気なオノマトペです。そして科学的な言葉や技術的な言葉はカタカナで話したり書いたりします。エネルギー、データサイエンス、エンジニア。僕の日本人のエンジニアの友達はアプリをデザインしたりアプリをディベロップしたりしています。こんな感じで話します。少しちょっとうざいです。ちなみにコンロとストーブ、日本語と英語で少し違います。アメリカ人の生徒から聞きました。日本語でコンロは料理をするときに使います。ストーブは部屋を温めるものです。日本語で。ここから少し難しい話になります。カタカナをたくさん使うとどんな印象があるか。話すときに外来語をたくさん使うと英語が上手じゃない日本人の人とのコミュニケーションが難しくなります。どのぐらいの外来語なら理解できるかを考えないといけません。例えば、ニューアプリをクリエイトするためにチームのコミュニケーションやシェアリングインフォメーションをエンカレッジします。これはとても不自然な日本語ですが、英語を勉強している日本人はわかると思います。英語があまりわからない日本人に対しては、新しいアプリを作るためにチームのコミュニケーションや情報共有を進めています。こうやって話した方がいいと思います。ちなみに日本人の中で英語を話せる人は 10% ぐらいと言われています。相手のことを考えてカタカナを使わないといけないです。新しい言葉、人気な言葉、そして難しい漢字もカタカナを使います。例えば、リモートワーク。
日本語で在宅勤務。漢字を見ると少し難しい、重たい印象があります。リモートワークはすっきりした印象でわかりやすいです。バズ、新しい言葉で外来語なのでカタカナを使います。バズる、バズった。動詞としてよく使います。バラ、カタカナをよく使います。漢字が難しすぎるからです。僕が好きなカタカナはケースバイケース。ビジネスで使う単語もよくカタカナを使います。例えば、リスケ、コミットする、ソリューション、ワークライフバランス。私の会社ではこのようなカタカナをよく使います。日本に旅行に行って看板にたくさんカタカナが書いてあるのを見たことがあると思います。例えば、アルバイト募集、パートタイムワーカー wanted。これをすべて漢字で書くと、非正規雇用者募集。日本人でも少し読むのが難しくなります。読みたくなくなります。こういう時は、アルバイト、スタッフなど、カタカナを使うとわかりやすいです。綺麗、かわいい、かっこいい。カタカナを使うと、その意味を強調したり、読みやすくなったりします。ひらがなや漢字ももちろん大事ですが、現代の日本人はカタカナをよく使います。漢字の勉強に疲れたら、カタカナの勉強もたまにしてみてください。はい、じゃあわからなかった単語や文法、表現をチェックしてみてください。はい、じゃあ今日もありがとうございました。以上です。